はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。ヤリスクロスの価格はなんと 179.6 万円から。いや、思ってたより安いですね。そしてハイブリッドも結構安かったんだこれが。ということで今回はね、ヤリスクロスの見積もり公開したいと思います。オプション価格なんかもねこれで判明しましたんでね。で、主要装備なんかもねもう一回改めてまとめてみますし、見積もりはね全部で5パターンいただいてきました。オプションてんこ盛りのやつと、できるだけ安くね見栄えよく買いたいっていうね、コスパの良い見積もりなんかももらってきてますので、ご期待いただければと思います。まず最初にですね、ヤリスクロスのそもそものパワートレーンとグレード展開価格はっていうところなんですけれども、ヤリスクロスはですね、その名の通りですね、ヤリスをベースに作られた、SUV なんですけれども、プラットフォームもねヤリスと同じ TNGA の B というコンパクトなプラットフォームを作られていて、パワートレーンもですねヤリスと同じガソリンの直列3気筒 1.5 リッター直噴エンジンと、同じくですねハイブリッドモデルでは直列3気筒 1.5 リッターのダイナミックフォースエンジンに THS2 というねハイブリッドシステムを組み合わせたものというね、ガソリンとハイブリッドの2パターンの展開になっておいて、それぞれにね FF と4駆が用意されています。ハイブリッドの方は E4 と呼ばれるねモーターで後輪を駆動する4駆になっています。そしてハイブリッドもガソリンもどちらもね上から順に小畜梅の展開となっていて ZGX というグレード展開になっています。それではねヤリスクロスの価格見てみましょう。まずガソリンモデルの価格からですね。一番下のグレードのXB パッケージ FF というのはねこれ多分受注生産なんで本当に価格訴求だけのモデルになってると思います。179.6 万円からというのが一番安いモデルになりますが、これはあんまり買う人いないと思います。その上がですね X という、これが実質的なベースグレードになると思うんですけれども、そちらの FF がですね 189.6 万円と。で、中間グレードの G の FF が202万円、そして上位グレードの ZFF が221万円となっています。そして 4WD も用意されていて約ね 23.1 万円、プラスしてもらえると4駆の価格になります。続いてハイブリッドの価格なんですけれども、ハイブリッドのベースグレード X の FF が228.4 万円、ハイブリッド G が FF で 239.4 万円で、上位グレードのハイブリッド ZFF が 258.4 万円、そして同じく 4WD の E4 はですね 23.1 万円足してもらえれば4駆の価格になります。さすがにね兄貴分の CHR を上回る価格にはならないだろうと思っていたんですけれども、想像していたよりもね結構安いという印象ですね。ちなみに CHR のガソリンモデルが 236.7 万円から、ハイブリッドが273万円からとなっているので、ヤリスクロスの方が CHR よりも40万円以上安いスタート価格となっています。パワートレーンとかプラットフォームも違うんですけれども、これはね結構ね戦略的な価格だなと思いました。っていうかね、内容考えると CHR を買う意味って思ってしまうんですけれども、ちなみにですねさらに弟分のライズと価格を比較すると、ライズのスタート価格は 167.9 万円からとなっているので、ヤリスクロスの方が10万円、実質的なベースグレードの X と比較すると20万円ぐらい高い価格となっています。こちらもねパワートレーンとかプラットフォームも違うので単純比較はできないんですけれども、まさにねライズと CHR の隙間を埋める SUV ラインナップになっているということでね、トヨタの底力を感じますね。続いてはですねヤリスクロスの、グレード別装備を軽く紹介しておきましょう。もうすでにね1回、動画でお届けしていますので、詳しくはね、過去の動画を見ていただければと思いますので、下の詳細欄にねリンク貼っておきます。で、まずベースグレードの X の主要装備なんですけれども、ハロゲンヘッドランプ、16インチタイヤと鉄鎮ホイール、ウレタンステアリングと、でも電動パーキングブレーキとブレーキホールドはついていて、4輪ディスクブレーキでトヨタセーフティーセンスというね安全装備もついていて、7インチのディスプレイオーディオもついていると。で、車載通信端末の DCM もついているという形で、ベースグレードの X とはいえ安全装備とかね、コネクテッドサービスは、充実しているという状態になっています。ただね見た目的にハロゲンヘッドランプで16インチの鉄鎮ホイールになるので、ちょっと見た目的にはね、少し劣る感じになるかなというところですね。続いて中間グレードの G の主要装備なんですけれども、こちらでは16インチタイヤにアルミホイールになります。そしてディスプレイオーディオが8インチになって、ステアリングホイールとシフトが本革巻きになります。
でシートがねヘッドレストセパレートタイプになって、後席がですね4対2対4の分割加藤になります。ただねこの状態でもヘッドライトはハロゲンのままなので、オプションでね LED ヘッドライトを装着する必要があるかなと思います。でもねディスプレイオーディオが8インチに大きくなったり、本革巻きのステアリングとかねシフトノブになったりするので質感向上するので、これをね選ぶ方っていうのも多いんじゃないかなと思います。そして最後上位グレード Z の主要装備なんですけれども、18インチタイ&アルミホイールとフル LED ヘッドランプでフル LED リアコンビネーションランプにもなり、あと運転席 6way のパワーシートまでついちゃうと。でさらに7インチのマルチインフォメーションディスプレイ付きのアナログ二眼メーターが付くという形になっています。さらにですね運転席助手席のシートヒーターも標準装備となるという形で、かなりね上位グレード Z は装備が充実しています。特にね LED ヘッドライトと18インチのアルミホイールが標準装備になるので、この辺のね見栄えは良いですね。ただね G にもオプションで LED ヘッドライトと18インチのアルミホイールは装備することができます。ということでねグレード別装備のおさらいが済んだところでヤリスクロスの見積もり見てみたいと思います。まずはねいくつかもらっているんですけれども、ハイブリッドの見積もりから見てみましょう。で一番上位グレード Z の FF でオプションてんこ盛りの見積もりですね。これが私の一押しとなります。で出来上がった見積もりがこちらと、ヤリスクロスハイブリッド ZFF オプションてんこ盛りの込み込み価格は 316.4 万円と、ハイブリッドの最上級グレードの Z でオプションてんこ盛りでこの価格ということで、想像しているよりは相当安いですね。これはベゼルとかキックスとか相当辛いんじゃないかと思いますけれども、ボディカラーはですね私も好きで、しかもね無償カラーでお金がかからない黒を選択しています。でホワイトパールクリスタルシャインとかねセンシュアルレッドマイカっていうボディカラーだと 3.3 万円の優勝カラーになって、あとツートンカラーだとね 5.5 万円とか、ホワイトとか、センシュアルレッドを使ったツートンだと 7.7 万円というふうに価格は上がっていきます。まあね基本的には白黒が、リセールがいいということになっていますので、今回はしかもタダで、装備ができる黒にしています。で付けたオプションはこちらですね。ステアリングヒーターが 11,000 円、ハンズフリーパワーバックドアが 7.7 万円、そしてアダプティブハイビームとカラーヘッドアップディスプレイのセットのオプションが 9.9 万円と、そしてアドバンストパーク過去パノラミックビューモニター含むとブラインドスポットモニター、さらにリアクロストラフィックオートブレーキがセットになったオプションが 12.1 万円と、そして T コネクトナビキットが 11.5 万円で、フロアマットと ETC2.0 のキット、これが 4.5 万円と結構高いんですよね。こんな感じでてんこ盛りにしています。でアダプティブハイビームは Z に標準だと思ってたんですけれども、どうやら Z にのみカラーヘッドアップディスプレイとセットオプションになっています。LED ヘッドライトが最初からついてるんで、わざわざねアダプティブハイビームにしないでオートマチックハイビームでもいいんじゃないかなとも思います。ただカラーヘッドアップディスプレイもねついてくるんで、つけちゃっても良いかなとも思います。あとハンズフリーパワーバックドアをつけないと通常のパワーバックドアもないということで、今回の見積もりでは装着していますが、そこまでテールゲートも高くないんでつけなくても良いかなとも思います。でパノラミックビューモニターとかブラインドスポットモニターは単体でもオプション装備できますが、今回はてんこ盛りのオプションということでアドバンストパークというね自動駐車みたいな、駐車支援システムもセットでつけて、12.1 万円となっています。ブラインドスポットモニターとかねリアクロストラフィックオートブレーキとかはつけた方がいいと思うので、パノラミックビューモニターとセットになっているっていうんだったら、それでね 12.1 万円で済むんだったら良心的な価格なんじゃないかなとも思います。でてんこ盛りのオプションにしてこんな感じですね。とはいえ安くできるだけ済ませるために延長保証とかメンテパック、コーティング、ドアバイザーなどはつけていません。それで出来上がったヤリスクロスのハイブリッド ZFF の込み込み価格が 316.4 万円という形になっています。これガソリンじゃなくてハイブリッドの最上級グレードの FF ですからね。いやートヨタ恐るべしという感じがします。そして次にですね同じくヤリスクロスのハイブリッド ZFF でできるだけね見栄えよく安く済ませた見積もりっていうのをもらってみました。で出来上がった見積もりがこちら。ヤリスクロスハイブリッド ZFF でオプション少なめの込み込み価格は 288.1 万円と300万円を大きく切ってきちゃいましたね。これハイブリッドでこれですからね。で付けたオプションがこちらですね。ボディカラーは同じくブラックマイカー、安くて満足度が高いのでステアリングヒーター 1.1 万円は付けています。そして安全装備は妥協せず
パノラミックビューモニターやブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキを 7.7 万円で装備しています。アドバンストパークさえつけなければこの価格で済むんなら、よっぽどね、駐車に自信がない人はアドバンストパークつければいいと思うんですけど、それ以外の方はね、7.7 万円のこのオプションで十分じゃないかなと思います。そして T コネクトナビを諦めてコネクテッド機能のないエントリーナビ、7.1 万円にグレードダウンしています。これによってマップオンデマンドなどが使えなくなりますが、これでも十分かもしれないですね。で、ETC も高かった 2.0 から 1.0 にグレードダウンして2万円ぐらい安くなっていると。で、ハンズフリーパワーバックドアとアダプティブハイビーム、カラーヘッドアップディスプレイは贅沢品なのでカットしています。そして今回も延長保証とかメンテパック、コーティング、ドアバイザーなどはカットしています。で、それで出来上がったヤリスクロスハイブリッド ZFF の込み込み価格は 288.1 万円と。いや、これ十分じゃないかなと思いますけどね。これでもね、18インチのアルミホイルはついてますし、LED ヘッドライトはついていますし、デイライトもね、縦に光るのもついてるということで、もう見栄えはね、これで全然高いグレードと変わらないですからね。で、シートヒーターやパワーシートまでついてるということで、ライバルの B セグメント車よりはるかに充実した装備になっていると思います。続いてですね、ヤリスクロスハイブリッド G という中間グレードですね。こちらの FF、それにオプションてんこ盛りで見積もりを取ってみました。で、出来上がった見積もりがこちら、305.1 万円ですね。中間グレードなのに先ほど見積もったね Z でオプション絞ったものより高くなっちゃいましたね。で、付けたオプションがこちらです。18インチのタイ&ホイール、こちらがですね 8.3 万円と、そしてステアリングヒーター、シートヒーター、運転席イージーリターン機能、助手席シートアンダートレイ、これらのセットオプションが 3.1 万円と、で、あとハンズフリーパワーバックドアが 7.7 万円で、 LED ヘッドランプと LED クリアランスランプ、 LED デイタイムランニングランプ、 LED リアコンビネーションランプと、これら、LED ライト類が、7.1 万円と、で、さらにアドバンストパーク、パノラミックビューモニター含むと、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキが 12.1 万円と、そして、T コネクトナビキットが 11.5 万円、フロアマットと ETC2.0 をつけました。中間グレードの G ではね、16インチタイヤ&ホイールが標準となっていますが、オプションで18インチにインチアップしています。見た目はね、18インチの方がね、だいぶかっこいいですよね。ただ8万3000円かかるんで、そこは予算に応じてということだと思います。あとね、ステアリングヒーターとシートヒーター、運転席イージーリターン機能、助手席シートアンダートレイが3万1900円となっていますけれども、これは安いんでつけていいんじゃないかなと思います。ステアリングヒーターとシートヒーターだけでもね、つける価値はあると思います。そして中間グレード G ではハロゲンヘッドライトが標準装備なので、やっぱりね LED ヘッドランプ類はつけた方がいいと思いますので、こちらは 7.1 万円でつけています。でもね、これでもアダプティブハイビームの機能はつけられません。これ Z にだけアダプティブハイビームはオプションで用意されています。で、アドバンストパークやパノラミックビューモニターなどの安全装備、そして T コネクトナビまでつけて、オプションではね、ほんとてんこ盛りにした状態で出来上がったハイブリッド GFF のオプションてんこ盛りの価格が 305.1 万円となりました。正直ここまでオプションいろいろつけた G グレードにするんだったら、最初から Z グレードを選んでおいた方が幸せ度は高そうな気がします。ではですね、そのハイブリッド GFF でできるだけねオプション削って安く済ませた見積もりも作ってもらいました。で、出来上がった見積もりがこちら、278.3 万円ということになっています。確かに安くはなったんですけれども、だったらさっきの Z のオプションを絞った込み込み価格が 288.1 万円だったので、10万円しか変わらないんだったらそっち選んだ方がいいかなという気もしてます。で、付けたオプションがこちらで、ステアリングヒーターと運転席イージーリターン機能、助手席シートアンダートレイは付けました。で、ハロゲンヘッドライトは嫌なので LED ヘッドランプにして、で、アドバンストパークは外したけれども、パノラミックビューモニターやブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキなどの安全装備は装備しています。で、T コネクトナビではなくエントリーナビにして、ETC は 1.0 にグレードダウンしています。それでね、18インチアルミホイールも諦めて出来上がった、ヤリスクロスハイブリッド GFF の込み込み価格が 278.3 万円となっているので、これならね、正直10万円高くしても Z にした方が18インチアルミホイールもつくし、
パワーシートとかね、内装の質感も変わってくるのでいいかなと思いました。結論としてはね、差額が10万円しかないんだったらおすすめグレードはやっぱり Z ですね。で、最後にですね、ガソリンモデルの見積もりも、もらってきました。ヤリスクロスガソリンの上位グレード ZFF でできるだけ安く済ませた見積もりというのに、もらってきました。先ほどね、結論として Z がおすすめということだったんで、ガソリンも、Z で、なるべく安く済ませたものっていうのをもらってきました。で、出来上がった見積もりがこちら。ヤリスクロスガソリン ZFF でオプション、絞ったものの込み込み価格が 258.3 万円と、なんと260万円以下でヤリスクロスのガソリンモデルの最上級グレード Z が買えちゃうってばよってことですね。で、付けたオプションがこちらですね。先ほどのハイブリッド Z のオプションを絞った時と同じ状態になっています。安くて満足度の高いステアリングヒーター、そして安全装備は妥協せずパノラミックビューモニター、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキを 7.7 万円で装備しています。で、ハンズフリーパワーバックドアとアダプティブハイビーム、カラーヘッドアップディスプレイは、贅沢品なのでカットしているということで、あとは T コネクトナビを諦めてコネクテッド機能のないエントリーナビにグレードダウンし ETC も 1.0 にしています。そして延長保証とかメンテパック、コーティング、ドアバイザーなどもカットしています。それで出来上がったヤリスクロスガソリン ZFF の込み込み価格が 258.3 万円と260万円を切る価格になりました。見た目もね、18インチのアルミホイル入っているし LED ヘッドランプで見劣りもないですし、パワーシートとかね、安全装備はつけているので、もうこれで十分かなというふうに思います。で、ガソリンモデルの最上級グレード Z がこの価格で買えてしまうんだったらライバルメーカーは結構しんどいだろうなと思います。というかですね、ライズとかCHR とかも装備面ではヤリスクロスの方がアドバンテージがあるので、これからね、ヤリスクロスが発売された以降ライズとか CHR を選ぶ理由っていうのも乏しくなってきちゃうと、自社内でのカニバリが起きてるっていうことになっちゃうんじゃないかなと思います。それだけね、ヤリスクロスの商品力と価格競争力が高すぎるということだと思います。すでにね、予約や見積もりも解禁していますので、気になっている方はね、お近くのトヨタのお店足を運んでみてはいかがでしょうか。すでにね、ヤリスクロスは私もね、先行試乗会参加させていただいて、内外装チェックと走りのチェックもしていますので、一足先にヤリスクロスのレビューを見たいという方はね、下の詳細欄にリンク貼っておきますので見ていただければと思います。きっと物欲を刺激されることでしょう。ということで、買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。